皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。先日の動画でトランプ大統領がプーチン大統領との間で和平交渉を行うことで合意したという件について解説を行いました。この合意は非常にプーチン大統領の利益を最大限確保するといった内容で、さらにはアメリカはヨーロッパの安全保障にはもう今後関わりたくないといったような基本姿勢を示すようなものであり、たとえ和平合意がなされたとしても、それは次の戦争に向けての準備期間をロシアに与えるようなものだというのが前回の解説動画です。その後、ヨーロッパ各国はこうしたトランプ大統領の外交姿勢を批判する声が次々と上がっています。また、ウクライナのゼレンスキー大統領も自分たちを抜きにした和平交渉によってアメリカ、ロシア間で何か話し合いが決まったとしても、それは到底受け入れることができず、ウクライナも話し合いには当然参加すべきものだという意見を表明しています。そしてトランプ大統領とその側近との間における意見の違いも少し見えています。トランプ政権は現在のところウクライナに対する軍事支援を表明していません。現在でもウクライナに対する軍事支援が行われてはいますが、それは前バイデン政権が取り決めを行って軍事支援を表明し、手続きを済ませたものが今時間差でウクライナに送られている状態です。こうした新たな軍事支援を表明していない中において和平交渉が行われ、時間が経てば経つほど、それはウクライナに対するアメリカの軍事支援が途絶えることを意味します。ですから、プーチン大統領としては、ある程度引き延ばしをすることによって、実質的なウクライナに対する兵糧詰めのようなことができることになってしまうわけです。こうした対応ができる点について、トランプ大統領と副大統領のバンス氏との間で少し意見の違いが見られるようです。副大統領のバンス氏は、もしも和平交渉に関して、プーチン大統領が交渉を妨害するような行為を行えば、その時には米軍を何らかの形でウクライナに派遣することも選択肢にあり得るという話をしたのです。実際に戦闘に加わるという意味ではなく、あくまでもウクライナ軍兵士に対する訓練教官の派遣や整備兵に対するアドバイスなどかなり限定的な内容にとどまるものとは見られますが、少なくともこれまでのトランプ大統領の発言よりは一歩踏み込んだと言えるような内容です。ただ、トランプ大統領の言葉というものは明らかに度を過ぎたものとなっています。何を言ってるんだかというような発言がこちら。ロシアを G サミットから排除。間違いだった。トランプ氏が復帰主張。かつて心臓も同意。アメリカのトランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、日米など先進7カ国の枠組みにロシアを復帰させ、G8 に戻すべきだとの考えを示した。ロシアを排除したのは間違いだと語った。ロシアは2014年、ウクライナ南部クリミアを一方的に併合したことを受け、G8 の枠組みへの参加資格を停止された。トランプ氏は、ロシアを好きかどうかの問題ではない。同じテーブルにつくべきだ。プーチン大統領は喜んで戻ると思うと述べた。排除していなければ、ロシアによるウクライナ侵略は起きなかったとも主張した。トランプ氏は一時政権でもロシアの復帰を主張したが、実現しなかった。トランプ氏は当時を振り返り、日本の安倍晋三元首相は私に 100% 同意していたとも話した。まず、トランプ大統領がロシアによるクリミア侵攻に対してこれを全く問題視していないことこそ話の根源がおかしな点です。というのも、この話をするときにはウクライナがかつて核保有国であったことを忘れてはなりません。ソ連崩壊以後、ウクライナにも数多くの核兵器が配備されていました。その当時ウクライナは世界でも第3位の核兵器保有国でした。しかし、アメリカ、イギリス、ロシアの3カ国がウクライナの安全を保障するとした覚書を作り、それをもってしてウクライナが核兵器を放棄してロシアに移管するとしたブダペスト合意といったものがなされたのです。もしもウクライナがこの時核兵器を全く放棄せず、最低限数だけでも核兵器を保有したままであれば、ロシアがクリミア半島に侵略するなどといったことはおそらくしなかったのではないかと言われています。そしてこの時のブダペスト合意においては、領土の保全もしくは領土の安全をこれら3カ国が保障するといったことが少なくとも合意文書としては取り交わされたのです。このブダペスト合意はロシアによるクリミア侵攻といったものに対しては全く何の効力も発揮せず、非常に軽い制裁だけにとどまってしまいました。
ですから、本来であれば2022年から始まったヨーロッパやアメリカからの軍事支援といったものは、2014年のクリミア侵攻のその段階からスタートしていたとしても、なんだ責められるべきものではなく、むしろその時からやっておくべきものだったと言えます。その時にしっかりとロシアに対してそんなことはやってはダメだという国際的な批判と行動が高まっていれば、2022年の本格的な侵攻といったものは抑えられた可能性が十分あるわけです。そのような背景があったにもかかわらず、トランプ大統領はプーチン大統領に対する批判ではなく G8 に戻すべきだったという意見をしているのですから、現在のウクライナ和平交渉にも同様にロシアに対する非常に都合のいい話をし続けています。さて、そんなロシアなわけですが、戦争が長期化することに伴って国内での腐敗もさらに悪化をしているようです。ロシア世界汚職ランキングで最下位に、国際非政府組織トランスピアレンシーインターナショナルが毎年発表する世界汚職認識ランキングで、ロシアはさらに13位下がり、180カ国中154位に落ちた。2024年末までにロシアの国家汚職指数のスコアはさらに4ポイント下がり、調査史上最低の結果となった。汚職指数の推移を見ると、2021年ぐらいまでは、微妙な上下はありつつも、ほぼ横ばいのような状態でした。しかし、戦争の長期化に伴ってどうやら軍に対するお金の出回り方といったものが様々なところで問題を引き起こしているようです。ちなみに、最新の情報で汚職ランキング154位となったロシアに対して、ウクライナは105位です。ウクライナは EU 加盟を目指してもっともっと汚職対策を進めなければならないといったような状態なので、この順位はまだまだ不十分です。しかし、ロシアの154位に比べれば105位というランキングは明らかにまだまだマシな方です。親ロシア派の人たちは、ウクライナは非常に汚職にまみれた国であり、こんな国だから責められても何ら文句は言えないといったような無茶苦茶な話をしがちです。しかし、より汚職しているロシアの方が、汚職の少ない国に対して難癖をつけて侵略の理由とするのは全くもって滑稽なものでしょう。もしもそんな汚職の多い国だからなんていう無茶苦茶な論理が通るのであれば、ロシアに対しては非常に多くの国々が侵略しても良いといったような話さえ成り立ってしまいます。さて、ここ最近、ロシア本国クルスク州における戦いで北朝鮮兵の姿が急激に減っています。その状態を示してロシアの国営テレビではこのような発言が飛び交ったようです。戦場に北朝鮮兵はもういないとロシア国営テレビ、犠牲拡大で使い果たした兵士自爆の現地映像もネットに続々。ロシア政府のプロパガンダ拡散役を担う人物としても知られる政治アナリストがロシア国営テレビに出演し、北朝鮮兵の参戦について異例の発言を行った。ウクライナとの戦争に北朝鮮兵が携わっていることを認めた。これだけでも異例のことだが、さらに彼は北朝鮮兵に多大な損害が出ており、増援部隊が到着する見通しであることも示唆した。実際、北朝鮮兵の犠牲は拡大しており、SNS には北朝鮮の参戦を隠すため自爆する北朝鮮兵や、そんな彼らの遺体から証拠を集めようとするウクライナ兵の映像が投稿されている。韓国とアメリカの当局者らは、北朝鮮がロシアを支援するために少なくとも1万1000人の兵士を派遣したと推定している。これらの兵士はロシアが2024年8月以降、ウクライナによる越境攻撃を受けて苦戦しているロシア西部クルスク州に配備されている。ウクライナ政府はこれらの北朝鮮兵のうち約3分の1、4000人が死亡または負傷したと推定している。ロシアと北朝鮮はいずれも北朝鮮の部隊が現地に展開されていることを公には認めていない。こうした中、ロシア国営テレビの番組で、ロシア政府のプロパガンダ拡散役を担う人物と知られる政治アナリストのドミトリー・アブザロフが出演した。彼が行ったのが、記事冒頭の北朝鮮の地上部隊の存在に関する驚きの発言だった。現地で戦っていた兵士たちはもう使い果たしてしまった。1ヶ月以内に次の部隊が到着すると述べ、さらにこう続けた。現時点では、もう北朝鮮兵はいない。ロシアのプロパガンダメディアの番組であり、司会者は驚いた様子で国営メディアが報じていなかっただけで、実際にはそうだったのかと尋ねると、2022年に
ロシアがウクライナでイラン製の自爆型ドローンを使用したものの、当初はそれを否定していたのと同じような状況だと述べた。ロシア軍がやっていた行為についてはもはやバレバレではあったが、それを公式に認めていない過去の事例を引き合いに出して、今もそのように北朝鮮兵がいるといったことは認めていないが、それらの兵士たちが大量にしているのはもはや隠しようのないことだと述べているのでしょう。歴史を紐解けば、第二次世界大戦はあの時点でこれをやらなければといったような出来事が何点かあったと言われています。少なくともドイツのヒトラー総統に対してもっと当時の列強筆頭であるイギリスがしっかりと止めにかかっていれば、世界大戦と呼ばれるような非常に長期で、そして多くの国々が関わる国家総力戦といったものは発生していなかった可能性すらあります。今私たちが見ているのはロシアによるウクライナ侵略という戦いなわけですが、しかしプーチン大統領の野望を見誤ってしまうと、結局のところ歴史の過ちといったものを繰り返す可能性が高まっています。今ここである程度要望を飲んでおけば、もうこれ以上何か悪いことをしないだろうというのを少なくとも当時のイギリスのチェンバレンは考えていたはずです。しかしその考えは完全に誤りであったことは歴史が証明しています。今まさにその歴史の誤りといったものが再び繰り返されようとしているわけで、私たちはその誤りといったものを残念ながら目撃しなければならないかもしれません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。